はいどうも、死んだ数ホビー&ゲームズの死んだ数です。今回はこちらマスターグレードガンダムバルバトスルプスを制作していきます。まずは簡単なキットレビューからしていきましょう。組み立てるだけでも非常にかっこよく仕上がってくれるいいキットです。ディティールや可動範囲も申し分なし、ポーズもバッチリ決まります。ガンダムフレームは非常に精巧に作られており、外装パーツをつけると見えなくなる部分も妥協なしです。強いて残念なところを挙げるとすれば、指先の白い部分がパーツ分けされていない点ですね。ただパーツ数や強度を考えると難しそうなので、そこは仕方ないかなという印象です。今回はこのマスターグレードバルバトスルプスを全塗装をしていきます。ゲート跡やパーティングラインの処理をしていきます。赤く塗ってある部分がゲート跡やパーティングラインです。最初は1000番の CS ヤスリを使って削っていきます。ステンレスの板に貼っているのもあって切削力は十分です。次に紙ヤスの2000番で表面を整えます。2000番まで削れば問題なく光沢塗装ができます。こんな感じで処理できていれば OK。 若干赤い部分が残っていますが、塗る時にはみ出た部分なのでセーフです。ソードメイスの目立つ合わせ目を処理します。瞬間カラーパテを合わせ目がある部分に塗って接着します。接着後はこんな感じです。硬化促進剤を使うとここまで5分かかりません。ゲート跡などと同じ手順で2000番まで処理したものがこちら。いい感じに合わせ目が効いています。塗装に入っていきます。まずは全てのパーツに EX ブラックを塗っていきます。この時点で深い傷などを見つけた場合は適宜修正をします。しっかり光沢が出ていれば OK です。ガンダムフレームの大部分をスターブライトアイアンで塗装します。パーツ単位だと明るく見えますが、結構暗いメタリックになっています。内部フレームなどには一番使いやすいカラーですね。関節部分などは一段明るさを抑えるため、スターブライトアイアンの上から EX クリアと EX ブラックを混ぜたクリアブラックを重ねます。暗い部分を作ることでフレーム全体がバシッと引き締まります。シリンダーや関節の差し色にはスターブライトゴールドを塗装します。パールカッパーと迷いましたが、明るさとの兼ね合いでゴールドを塗ることに決めました。一部の関節はマスキングをしてゴールドを塗っています。スターブライトアイアンの上から塗っていますが、黒下地と比べて色はそこまで変わらないはずです。こんな感じになりました。ちょっと明るいけど組み上げれば気にならない程度ですね。シリンダーロッドはスターブライトシルバーで塗装します。クローム系塗料の使用も検討しましたが、面倒なのと剥がれが心配だったので通常のシルバーにしています。パイプやケーブルの類はスターブライトアイアンを下地にコンクレットクリアを使ったキャンディー塗装にします。スターブライトアイアンを下地にすることで一段暗いキャンディーレッドになります。パイプの部分をマスキングして根元の部分を塗装します。この部分は関節などと同じようにスターブライトアイアンに EX ブラックベースのクリアブラックを重ねたものを塗っていきます。いい感じに塗り分けができました。深みのある赤と深みのあるメタリックがいい感じです。これでガンダムフレームの塗装は完了です。外装パーツの塗装をしていきます。こちらも全てのパーツに EX ブラックを塗ったのですが、多くのパーツで白かぶりが発生して表面がザラザラになってしまいました。そこでピポ G プライマーサーフェイサーを塗装して下地から作り直していきます。1回で白かぶりのザラつきがわからなくなりました。高いし手に入りづらい塗料ですが、持っておくといざという時に便利ですね。もう一度 EX ブラックを塗装していきます。見てわかるくらいにデコボコがありますが、塗装すれば気にならなくなるはず。塗り終わった段階だとちょっと怪しいですが、まあ大丈夫と信じて作業を進めていきます。白い部分を塗装していきます。まずは白の下地としてスターブライトシルバーを塗ります。黒のままでも発色させることはできますが、ちょっと面倒なのでシルバーを使っています。ニュートラルグレー1に純色シアンと純色バイオレットを若干加えたものを塗っていきます。真っ白にすると周囲の色となじまなかったり、写真写りが悪くなりがちです。一見すると白に見えるニュートラルグレー1を白として使うのは結構おすすめの方法です。アンテナなどの金色の部分を塗装します。まずは下地としてエバレットを塗っていきます。エバレットは隠蔽力が高く、黒下地でも問題なく発色します。その上にスターブライトゴールドを塗装。赤下地のゴールドはめっちゃいい色になってくれます。
メタリックは下地の色によっては劇的に色が変わる場合があるので、他の色でも試してみると楽しそうです。赤い部分を塗装します。まずはクリアレッドの下地として GX メタルレッドを塗装します。カラークリアと同系色のメタリックを下地にしてキャンディー塗装の色ムラを抑えて発色を良くする作戦です。コンクレットクリアを塗装します。ただでさえ発色の良いコンクレットクリアをカラーメタリックに重ねているので発色が非常に早く綺麗になっています。いい感じのキャンディーレッドですね。色ムラも目立たないのでカラーメタリックを下地に濃い塗料を使うのはおすすめです。青い部分を塗装していきます。まずはキャンディー塗装の下地としてスターブライトシルバーを塗ります。今回はカラーメタリックは使わずにやっていきます。次に純色バイオレットを薄く塗装します。クリアブルーの下に紫を塗ることでクリアブルーの色を若干紫に寄せる作戦です。本当は GX メタルバイオレットを下地にするつもりだったのですが家になかったので事前の策を使いました。最後にコンクブルークリアを塗っていきます。こちらもコンクレットクリアと同じ発色が早く濃い塗料になっています。塗り終わったものがこちらです。改めて見ると塗膜ガタガタですね。白かぶりが特にひどいパーツだったので致し方なしです。クリアを塗ってダメだったら修正しましょう。肩の内側などのパーツを塗装します。ここはガンダムフレームと同じくスターブライトアイアンで塗ります。内装パーツにはスターブライトアイアンが一番似合いますね。メイスなどの武器を塗装します。まずはスターブライトアイアンで塗装します。次に GX ディープクリアブルーと EX ブラック EX クリアを合わせた塗料を重ねます。寒色系のクリアブラックという感じです。シャンのクリアブラックより発色が良くスターブライトアイアンとも相性バッチリです。ガンダムフレームの指を塗装します。マスキングをした後外装の白い部分と同じように塗っていきます。撮影し忘れてしまったのですが最後に全体に EX クリアをかけて墨入れやデカール貼りがしやすいようにしたら塗装はおおむね完了です。塗装が一段落したので墨入れをしていきます。タミヤのエナメル塗料ジャーマングレーを薄めたものをパーツに塗りたくっていきます。本当は丁寧にやるべきところですが面倒なので一気にやってしまいます。全体に塗り広げたらエナメル溶剤を染み込ませた不織布で拭き取ります。溝に入った塗料を拭き取らない程度の力加減が重要です。こんな感じになりました。うっすらとディティールが強調されていていい感じですね。デカールを貼っていきます。使用するのは MIK デザインのグッドマークデカールです。まずは貼りたい場所にしっかりと設置します。次は綿棒などで丁寧に水を押し出して密着させます。数時間乾燥させたら表面の透明部分を剥がします。剥がすと綺麗になるはずだったんですが失敗してしまいました。ここは残っている部分をいい感じに削ってリカバリーします。文字部分を削るとこんな感じ。まあ問題ないんじゃないでしょうか。最後にトップコートです。 EX クリアを全パーツに塗装し光沢を出していきます。デカールや墨入れの保護光沢感アップのために2回ほど塗り重ねています。ざらつきがひどかったパーツもなんとか持ち直してくれました。クリアは塗膜を整える力が強いのでクリアを塗ったらなんとかなる場面は意外と多いですね。では組み立てを行っていきます。数年ぶりにマスターグレードを組んだのですが非常に楽しかったです。最新キットということもあってガンプラの進化も感じることができました。そんな楽しさの一方で今回は塗装のミスやパーツの紛失などもあってなかなか大変でした。白かぶりで表面がザラザラになった時は終わったかなと思いましたがちょっと離れれば気にならないくらいの状態にまでリカバリーをすることができたのは不幸中の幸いです。なくしたパーツもなんだかんだで見つかってくれました。さて2025年はこれが最後の動画になると思います。今年は全体的に活動が低調というかあまりたくさん動画が出せなかったのが心残りですね。満足できる作品を楽しく手早く作れるようになりたいです。改めまして今回はマスターグレードバルバトスルプスを制作いたしました。いろいろと大変でしたがかっこいい感じに仕上がって良かったです。今回の動画をご視聴いただきありがとうございました。もしいい感じじゃんと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録などぜひぜひお願いいたします。そして2025年も皆様ありがとうございました。来年も何卒よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。